さあ、今回もゆっくり解説、やっていくよ。今回も球団別の歴史解説なんだよな。今回は前回言っていた通り、東京ヤクルトスワローズの歴史について解説していくよ。確か、ウプ主が昔ファンだった球団だよな。まあ、色とか特定の選手のことが好きだっただけで、ヤクルトについて当時あんまり知らなかったけどね。まあ大体子供の頃の記憶ってそんなもんだよな。話が変わるんだけど、この動画の方針を話しておこうと思うよ。今現在、歴史解説動画の掲載順として、2018年シーズン終了時点の順位を元にしているんだけど、この動画シリーズが全てできる頃には、年度も変わっている可能性があるかもしれない。その場合は、動画を作っている時点での最終シーズンまでを、載せていこうと思っているよ。例えると、2019年シーズンが終わっていた場合、そのシーズンまでを反映していくってことだな。そういうことだね。まあできるだけ早いスパンで投稿していきたいんだけどね。それじゃあ、今回のゆっくり歴史解説、始めていくよ。それは、1949年に遡る。1949年のシーズンオフ、リーグ拡張方針に伴うプロ球団乱立の煽りを受け、各地の国鉄鉄道局の野球部から、選手が引き抜かれる事態が発生。国鉄は同年の大幅な合理化で労使関係が悪化していることもあり、国鉄職員の団結と意思発揚を目的に、プロ球団設立を発案した。これには、当時の国鉄総裁、加賀山幸夫が大の野球好きだったことも、参入実現の一要因となった。しかし、日本国有鉄道法に抵触するため、国鉄が直接親会社になることができず、外郭団体である財団法人交通協力会が主体となり、1950年1月12日、株式会社国鉄球を設立する。球団名を国鉄スワローズとし、セントラルリーグに加盟する。初代監督には西垣徳夫が就任した。しかし、参入が他の新球団より遅れてたため、選手確保がままならず、自前の鉄道局野球部を中心に、他のアマチュア野球に残っている人材をかき集めたが、プロ経験者は、第二次世界大戦前の一時期、阪急に在籍した中村栄のみの状態だった。1950年3月10日、球団初公式戦の対太陽ホエールズ戦に2対1で敗れ、続く11日の対広島カープ戦に3対2で勝利し、球団初勝利を挙げる。しかし、序盤の3月21日から14連敗、4月26日から10連敗で最下位となる。また8月には、競泳賞の金田正一が高校を中退して入団する。10月1日に、金田がプロ初勝利を挙げると、この年8勝を挙げ、チームは終盤13連敗の広島に代わって7位となった。そして、シーズン終了後、西日本パイレーツがセリーグを脱退したため、7球団となる。1951年、この年は開幕から4月にかけて、12勝4敗で首位に立つが、5月に入り6連敗で2位に落ちると、6月には3勝10敗として、前半戦終了時には6位となった。チームは11勝10敗で勝ち越して5位に浮上、そのままシーズンを終える。そして金田は、22勝を挙げ、最多奪三振を獲得するとともに、9月5日に球団初となるノーヒットノーランを達成する。また、土屋五郎が、球団初のタイトルとなる最多盗塁を獲得する。1952年、この年よりフランチャイズ制が導入され、国鉄は読売ジャイアンツ、毎日オリオンズ、大英スターズ、東急フライヤーズと共に、後楽園球場を本拠地とした。開幕から2勝2敗とした後4連敗、4月に入り4連敗と6連敗、5月にも10連敗と連敗を重ねたが、松竹と広島が低迷したことにより、5位でシーズンを終了する。この年から120試合制となり、国鉄は初の50勝到達となったが、このうち半分近くの24勝は金田で、2年連続奪三振王となった。またこの年、佐藤隆夫が球団初の新人王を獲得する。1955年10月19日に、金田がシーズン350奪三振を記録、NPB 新記録となるとともに、大リーグ記録の348奪三振を抜く世界新記録となる。
またこの年に町田幸彦が本塁打王を獲得する。成績は57勝71敗2分けで、首位巨人と 34.5 ゲーム差、4位広島と1ゲーム差の5位に終わり、2年前に就任した藤田が監督を退任し、後任は宇野光雄が就任した。1956年、この年は対巨人戦で、11勝13敗と互角の試合を見せる。また、大脇照夫が対中日戦でノーヒットノーラン、宮地義友が対広島戦で球団初、日本プロ野球3人目となる完全試合を達成している。チームは首位巨人と21ゲーム差、61勝65敗で4位に終わる。そのオフ、南海ホークスから、飯田徳次を金銭トレードで獲得する。1958年、開幕戦の対巨人戦にて、金田がこの年、ルーキーであった長嶋茂雄を4打席連続三振に抑えるなど、4対2で勝利する。また、6月6日に、金田が球団初の通算200勝を達成するが、チームは2年連続の58勝68敗4分けとなり、首位巨人から 17.5 ゲーム差の4位に終わる。1959年、この年も開幕戦の対巨人戦で、金田が巨人のルーキー、王貞治を2三振に抑える。チームは63勝65敗2分けの4位に終わる。1961年、6月6日に森田清美が、プロ野球史上5人目となる完全試合を達成する。またこの年、67勝60敗3分けで3位とし、球団初、国鉄球団として最初で最後となった A クラスで、シーズン通算勝ち越しを記録する。1963年5月8日の対太陽戦で、金田が通算300勝を達成。チームは65勝73敗2分けの4位となり、62年に就任した浜崎は監督を退任、後任は林義和となった。1964年、この年から本拠地を後楽園球場から神宮球場へ移転する。7月30日、金田が入団2年目の1951年から14年連続となる、シーズン20勝を達成するが、チームは61勝74敗5分けの5位に終わる。そして同年のオフ、林の監督更迭、留任をめぐり、産経新聞と国鉄が激しく対立する。そこで国鉄のエースの金田が、林監督がそのまま続投した場合移籍するが、解任された場合は残留する、との声明を出したことから、国鉄は頑として林の更迭を主張した。一方の産経サイドは、監督の留任を主張し、議論は平行線をたどったが、最終的には、経営主体の産経サイドが意見を押し切った形で、林を留任した。そして金田は、10年選手の特権を行使し、巨人に移籍した。金田を失ったことにより、国鉄は経営意欲を完全に喪失し、富士山系グループへ、経営権を全て譲渡して、経営から撤退することになった。1965年、国鉄は球団の経営権を、産経新聞とフジテレビに譲渡することを発表し、5月10日に産経スワローズに改称する。産経初年度となったが、国鉄初年度以来の90敗以上を喫し、44勝91敗5分けで、首位の巨人とは 45.5 ゲーム差となった。そしてこの年から、ドラフト会議が行われていたが、1位川本和明をはじめ、11名中9名が入団拒否をしている。1966年、少年野球ファン開拓のため、フジテレビで鉄腕アトムが放送されていたことや、原作者の手塚治虫が当時、球団後援会副会長だったという経緯もあって、鉄腕アトムをペットマークに使い、チーム名を産経アトムズに改称した。1967年、この年は58勝72敗5分けの5位となる。巨人に3勝23敗の惨敗を喫し、後楽園球場で13連敗を記録する。その中で、竹上史郎が新人王を獲得する。1968年、5月26日に対広島戦に勝利し、球団通算1000勝を達成する。来日2年目のデイ・ロバーツが40本塁打を打つなどし、ベストナインを獲得。投手では、石戸四六がチームとしては金田以来となる、シーズン20勝を挙げるが、チームは64勝66敗4分けの4位となる。1969年、産経新聞は本体の業績不振のため、
株式の一部をヤクルト本社へ売却する。実質の経営権はヤクルト本社が握ったが、表面上は共同経営とし、球団名をアトムズとした。この年はボブ・チャンスが24試合で12本塁打を記録したが、チームは58勝69敗3分けの5位となった。1970年、この年からヤクルトが公式に、単独で経営権を持ち、球団名をヤクルトアトムズに改称した。この時から、チームカラーもヤクルト本社の社色である、赤、白、緑のものとなった。チームは序盤から大きく出遅れ、8月には1936年の大東京軍と並ぶ、16連敗を喫した。この連敗期間中の8月20日に、別所武彦が監督を解任された。後任には、2軍監督の小川義治がシーズン終了まで代理監督を務めた。この年はシーズン92敗を喫し最下位に終わる。1971年、この年から、元西鉄ライオンズの三原治が監督に就任。チームは52勝72敗6分けの勝率4割2分9厘と、前年より盛り返すものの2年連続最下位に終わる。1972年、この年、2年目の若松勉が首位打者、ルーキーの安田健が1972年、1973年と2年連続で防御率1位となって頭角を現し、チームは60勝67敗3分けの4位に浮上する。1973年、チームは62勝65敗3分けで、2年連続の4位に終わり、三原は監督を辞任する。そしてシーズンオフ、虫プロダクションの倒産に伴い、鉄腕アトムのキャラクター使用を中止し、チーム名をヤクルトスワローズに変更。キャラクターも、ツバメをモチーフにしたものに変更された。1974年、この年、打撃コーチの荒川博が監督に昇格。また、コーチで入団した広岡達郎、沼沢光一郎、小森光翔と壮大カルテットを形成した。チームは松岡弘夢が17勝、浅野啓二も防御率2位と活躍し、60勝63敗7分けで、13年ぶりの A クラスとなる3位となった。1976年5月12日、荒川監督が成績不振を理由に、シーズン途中で休養し、ヘッドコーチの広岡が代行となり、6月17日に監督に就任する。チームは52勝68敗10分けの5位に終わり、国鉄時代の1962年から、この年まで15年連続シーズン負け越しを記録し、セリーグワースト記録となる。1978年2月、球団史上初めて日本国外キャンプとなる、アメリカのユマニテキャンプを行う。この年、広岡監督の巨人時代の同僚だった森正彦がヘッドコーチで入団、キャンプでテストを受けたデーブ・ヒルトンも加わり打線は厚みを増した。チームは前半を首位で折り返すも、後半に入り失速、巨人に抜かれ8月には、一時 4.5 ゲーム差をつけられる。しかし、26日からの対巨人3連戦を2勝1分けと持ち直し、首位に返り咲く。9月に初めてマジックが点灯すると、19日のダブルヘッダー第2試合、さらに杉浦徹が連日のサヨナラ打を放った20日、21日と、3試合連続サヨナラ勝ちを収めた。そして10月4日の対中日戦で、創立29年目にして初のリーグ優勝を決める。また、日本シリーズではそれまで3年連続日本一だった、阪急ブレイブスを4勝3敗で下し、初の日本一となる。なおこの年、広岡監督が勝力松太郎賞に、若松がチーム初の、セリーグ最優秀選手に選出された。1980年、この年から球団初の生え抜きとして、竹上史郎が監督に就任。相性優先のローテーションで、巨人、中日、阪神、太陽から15勝以上挙げるが、広島に大きく負け越しし、優勝した広島に大差をつけられ、68勝52敗10分けの2位に終わる。1982年、優勝当時の主力である大杉、大谷、松尾からの衰えと、外国人選手のラリー・ハーローらの不振から、シーズン序盤より最下位を独走。最終的に、45勝75敗10分けの6位でシーズンを終えた。1983年、ドラフトにて巨人との抽選の末、入団交渉権を獲得した荒木大輔が入団し、
近鉄とのトレードで妹隆を獲得する。しかし、チームは妹や松岡、ボビー・マルカーノらの不振もあり、53勝69敗8分けの2年連続最下位に終わった。そしてシーズン終了後に大杉勝夫が現役を引退した。1985年、当時明治大学の主砲であった、広沢克己を獲得。杉浦が自己最多の34本塁打、八重樫幸雄も捕手として球団初の3割打者と活躍したが、チームはシーズン早々から首位戦線から脱落し、46勝74敗10分けの最下位となる。1987年、この年から関根純三が監督に、元阪神監督の安藤元がヘッドコーチに就任する。またシーズン途中に入団した現役大リーガー、ボブ・ホーナーが、ホーナー旋風を起こし、チームは58勝64敗8分けの4位に浮上する。そして、荒井幸雄が新人王を獲得する。この年のドラフト会議で、長嶋一茂との交渉権を抽選の末に、ヤクルトが獲得する。1989年、この年、ラリー・パリッシュが本塁打王、新人の苫篠健二が新人王を獲得。また高卒3年目の内藤直之が、12勝8セーブと活躍する。チームは55勝72敗3分けの4位に終わり、関根が監督を勇退、若松が現役を引退する。1990年、野村克也が監督に就任。チームは、前年本塁打王のパリッシュを解雇し、代わりにドウェイン・マーフィーを獲得。さらに当時、メジャー133勝の実績を誇ったフロイド・バニスターを獲得した。野村は新人の古田敦也を正捕手に起用。また、それまで捕手だった飯田哲也をセカンドにコンバートし、柳田浩一をレギュラーに抜擢する。しかし、荒木、高野、伊藤らの長期離脱、内藤ら主力の不振もあり、58勝72敗の5位に終わる。1991年、6月に球団新記録の12連勝で一時は首位に立つも、その後失速し優勝争いから脱落するが、最終戦に勝利し3位を確定させる。チームは67勝63敗2分けで、11年ぶりの A クラスかつ、5割以上を記録。広沢が打点王、古田は捕手としては野村以来26年ぶり、セリーグでは初の首位打者となる。1993年、この年、前年不在だったストッパーの座に、開幕直後は山田努、5月からは高津臣吾が座った。また先発陣では、新人の伊藤智人が故障で離脱するまで7勝、5完投、4完封、防御率 0.91 の驚異的な活躍で、新人王を獲得する。ペナントレースは夏場から中日との一騎打ちとなり、8月末から9月頭の直接対決3連戦での敗北で、一度は首位を明け渡したものの、終盤での11連勝などが効き、中日を突き放した。広沢が2度目の打点王、ハウエルがサヨナラ本塁打5本と勝負強さを発揮し、リーグ2連覇を達成する。日本シリーズでも、西武に4勝3敗で前年の雪辱を果たし、15年ぶりの日本一、シリーズ MVP の川崎はカムバック賞も受賞した。この年、野村監督が勝力松太郎賞を、シーズン MVP を古田がそれぞれ獲得する。1996年、この年大英から移籍の田畑和也が、移籍1年目で12勝、西武から戦力外通告を受け移籍した辻初彦が、リーグ2位の打率3割3分3厘をマーク。しかし、シーズンは主力の不調や故障による長期離脱が相次ぎ、ベストメンバーを揃えることができず、一度も首位戦線に絡めないまま、61勝69敗の4位に終わる。1997年、広島を自由契約になった小早川武彦が入団。開幕戦の巨人戦で、それまで3年連続で、開幕戦完封を続けていた斉藤正樹から3打席連続ホームランを放つ。また、開幕前は低評価だった新外国人の、ブエイン・ホージーが、巨人の松井秀喜を抑え本塁打王を獲得。4番の座には古田がつき、本塁打こそ9本だったが高打率をマークし、つなぎの4番として君臨した。終盤、横浜に 3.5 ゲーム差まで迫られるが、9月2日の直接対決で、石井一久がノーヒットノーランを達成すると、その後は横浜を突き放し、
結果的に11ゲームという大差をつけ2年ぶりに優勝する。日本シリーズでも、東尾監督率いる西武を、4勝1敗で退け、4度目の日本一を達成する。1999年、この年、先発陣が総じて1桁勝利に終わるなどして、66勝69敗の4位に低迷した。投手陣では、通算8勝の高木浩二がプロ入り初の、規定投球回数に到達して、チームの日本人最多の9勝を、新外国人のジェイソン・ハッカミーが、チーム最多の12勝を挙げた。野手陣ではハッカミー同様新外国人の、ロベルト・ペタジーニが44本塁打を放ち、本塁打王を獲得する。2000年、この年石井がシーズン最終登板で、中日の山本晃を抜いて最優秀防御率のタイトルを獲得し、五十嵐亮太が前半リリーフ登板だけで、11勝を挙げる活躍をした。しかし、チームの好不調の波が激しく、3年間全く同じ勝敗の、66勝69敗1分けの3年連続の4位に終わる。2001年、この年は、投手陣は移籍や故障離脱で先発投手が不足する中、石井以外、新しい投手陣に様変わりする。2年目の藤井秀吾が14勝を挙げ最多勝、打線も、本塁打と打点の2冠のペタジーニ、打率2位の古田を筆頭に、レギュラー8人が全て規定打席到達という安定感を発揮。また、この年のみ採用された、勝利数優先の順位決定方式を逆手に取り、巨人を振り切り4年ぶりのリーグ優勝を達成した。若松は球団生え抜きとして初の優勝監督となったが、その際優勝を決め、胴上げされた直後のインタビューで、ファンの皆様、本当に、おめでとうございます、と言い間違え、球史に残る名言となった。日本シリーズでは近鉄バファローズと対戦。近鉄自慢のい手前打線を封じ込め、4勝1敗で4年ぶりの日本一を達成。2003年、この年、シーズン前に西武を自由契約となっていた鈴木健を獲得。高津が佐々木の持つ、通算229西武のプロ野球記録を更新し、最優秀救援投手を獲得した。来日3年目のラミレスが本塁打王、打点王、最多安打のタイトルを獲得し、昨年移籍したペタジーニの穴を埋める活躍を見せた。チームは巨人と同率の3位となった。2005年4月24日、古田が捕手としては野村以来史上2人目、大学、社会人を経てプロ入りした選手としては、史上初の通算2000本安打を達成する。チームは71勝73敗2分けの4位となり、シーズン終了後、若松が監督を退任。後任は選手として現役の、古田が選手兼任監督として就任した。2006年、この年から、地元密着型としてチーム名を、東京ヤクルトスワローズに変更、ユニフォームに国鉄時代以来となる東京の文字が復活した。この年、リックがトームソンがノーヒットノーランを達成するなどの活躍で、交流戦2位になるが、交流戦終了後は、ほぼ5割を停滞し続ける。その結果、チームは3位となり、2年ぶりに A クラスは確保したが、優勝争いに絡むことはほとんどなかった。2009年、横浜から FA 権を行使した相川洋二を獲得し、球団初の FA 獲得選手となった。また長打補強のため、ジェイミー・デントナを獲得する。チームはシーズン序盤から2位をキープして、前半戦で貯金を最大14まで伸ばしたが、後半戦に入り急失速。8月には、1971年8月以来となる月間18敗、9月にも1992年以来の9連敗を喫し、さらには、田中宏康や宮本慎也らの主力が怪我で離脱、宮本が強行出場するなど厳しい状態が続き、一時は5位に転落した。しかし、高木宏光や鬼崎雄二の登場で息を吹き返し、10月9日の阪神との直接対決に勝利して3位が確定し、3年ぶりの A クラス入りで初の CS 進出を決めた。しかし、結果的に後半戦の大失速が響いて、初の勝率5割未満の CS 出場チームとなった。中日との CS 第1ステージでは、第1戦は石川の好投と、デントナの逆転本塁打で勝利したが、新型インフルエンザにより、
選手が離脱したことも響き、2003戦と中日に2連敗し1勝2敗で敗退した。2011年、開幕直後はウラジミール・バレンティンや、畠山和弘などが好調で4月下旬には首位に立った。その後も首位をキープし続け、8月には阪神に一日詰め寄られるも、9月に9連勝して阪神の追撃をかわし、対巨人戦は12勝8敗4分けと、11年ぶりに勝ち越した。しかし、バレンティンや畠山ら主軸打者が、シーズン終盤から相次いで打撃不振に陥ったことに加え、主力選手の離脱が相次ぎ、2位中日との直接対決は9月以降で、1勝8敗と大きく負け越し2位に後退する。最終的に70勝59敗15分け、首位とは 2.5 ゲーム差で10年ぶりのリーグ優勝を逃した。CS 第1戦で巨人に勝利、球団初のファイナルステージに進出したが、中日に2勝4敗で敗退した。そしてこの年、石井宏敏が現役を引退し、バレンティンが本塁打王を獲得する。2013年5月以降は最下位に低迷。9月の対阪神戦に敗れ、クライマックスシリーズ進出の可能性が消滅し、3年ぶりの B クラスが確定した。そして10月の巨人戦で敗れたことで、6年ぶりの再開が決まった。本拠地、神宮球場では31勝32敗1分けだったが、神宮以外の球場では26勝51敗3分けと大きく負け越した。そしてバレンティンがこの年、本塁打を60本として、3年連続本塁打王を獲得。これは、日本プロ野球新記録となった。投手では、新人の小川康弘が16勝4敗で、最多勝と勝率第1位投手賞の2冠を獲得する。2015年、この年、シーズン開幕後は、プロ野球記録となる、14試合連続3失点以下を達成するなど、投手陣が好調だったこともあり、一時は首位に立ったが、5月に入ると9連敗を喫し、最下位に転落した。前半戦は4位ながらも、首位とは僅差の状態で折り返した。後半戦突入後は、9月24日の DNA 戦に勝利して、3年ぶりの A クラス入りと、セリーグ一番乗りでの CS 進出を決めた。さらに、10月2日の対阪神戦に勝利し、14年ぶり7度目のセリーグ優勝を決めた。前年度最下位からのリーグ優勝は、1976年の巨人以来となり、2年連続最下位からのリーグ優勝は、2001年の近鉄以来となった。CS でも、4勝1敗で巨人を下して、14年ぶりの日本シリーズ進出を決定する。しかし、日本シリーズでは、ソフトバンクと対戦し、1勝4敗で敗退して、2001年以来の日本一を逃した。そしてこの年、バーネットが、自身2度目となる最多セーブ、川端慎吾が首位打者と最多安打、畠山が打点王のタイトルをそれぞれ獲得、山田哲人が本塁打王と盗塁王、最高出塁率、そして、史上9人目となる、トリプルスリーも達成した。2016年、チームは主砲のバレンティンを欠いたことが響き、9年ぶりの開幕4連敗を喫した。以降も主軸の故障者が続出したことで下位に低迷した。9月19日に DNA が勝利したことで B クラスが確定し、最終成績は、64勝78敗1分けで5位に終わった。山田が2年連続のトリプルスリーを獲得したものの、投手陣は1970年以来の、2桁勝利投手ゼロと不名誉な記録を残した。2018年2月7日に、元メジャーリーガーの青木宣親が、7年ぶりに復帰し、シーズン序盤は苦戦したものの、交流戦開始頃から巻き返し、6月17日の日本ハム戦に勝利し、初めて交流戦最高勝率を決めた。過去2年は怪我人に泣かされたが、大きな故障者も出ず、後半戦でも A クラスを維持し、10月1日には3年ぶりとなる、3位以内と CS 進出が決定した。しかし、迎えた CS では、巨人に2連敗し、3年ぶりの日本シリーズ進出はならなかった。まあ、今回はこんなところかな。今回も結構な長さだったな。そりゃあね、
一つの会社が持続して経営すること自体が大変なところだし、親会社が変わりながら存続していく球団は結構いるし。ところで、後半からちょいちょい変なペンギンみたいなやつが映ってたんだけど。あれは鬼畜ペンギンこと、球団マスコットのつば九郎だよ。いや鬼畜ペンギンは知ってんだよ。何か関係ないところにも出てきてただろ。まあいずれ、それ関係の動画シリーズも作っていこうかなって思ったから、それの予行演習だよ。なんか嫌な予感もするが、まあいいや。それじゃあ、今回はこの辺で、次回は、パリーグ2位の福岡ソフトバンクホークスだよ。それでは、ご視聴、ありがとうございました。